この映像はイギリスで発生した少女失踪事件の際の近隣住民へのインタビューです。皆さんはこの男の振る舞いにどこか違和感を覚えませんか？ I don't know the girls. I stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just says, please tell her that we're very sorry. 悲しげな表情でインタビューに答えたその男はイアン・ハントリー。彼が話しているのは数日前に失踪した10歳の少女2人について。2人はイアンの恋人の教え子だったため、当日彼の家の前を通った際に恋人の様子を聞いてきたといいます。少女たちはそこから家路に着きましたが一向に帰らず、そして事件の犯人は間違いなくインタビューに答えていたイアンだったんです。なぜなら彼は過去に少女30人を襲った強姦魔だったから。何食わぬ顔でインタビューを受ける少女30人を襲った強姦魔。なぜそれほど凶悪な男が野放しになっていたのか。あまりに多くの罪を逃れた男にとって女性は自らの欲を満たすための道具にしか過ぎなかったんです。おさすけいちゃんです。いやみやみこ。というわけでロックバンドみたいな掛け声やめてよ。何これね、楽しかったですね。一緒に衣装買いに行ったんですけど、楽しかったわよ。待ち合わせでね、カレー屋さんでね、二人ともお昼食べてなかったんで、集合したんですけど、近くにね、住んでたんで、結構行ってたんですよ、そこ。思い出のカレー屋さんだったね。めっちゃうまいよね。ね、めちゃくちゃ美味しかった。ヤミコさんがね、僕の分頼んでくれてたんですけど、先にね、ちょっとついてたからね。ポークビンダルっていうね、やつがめっちゃ美味しくて、2色でね。あなたが自分で手作りするぐらいのね、美味しいやつ。そう。もう一個、ヤミコさん入れてくれてたんですけど、この人わざと激辛なやつにしてて、僕もう汗止まんなくてダラダラで、なんかスパイスなんちゃカレー、なんかご飯がね、壁みたいになって左にポークビンダル、まあ、うめ甘いっすね。右側にめちゃくちゃ辛いの入ってたよ、こいつ。いやでも、あんたが全然辛いのでもいいからって言ったから、しかも激辛じゃないしさ、普通にホアジャオ入り辛口だ。辛いのでもいいからなんて言ってないから、一回も。なんででっち上げてんの？私の空耳？いやいやいや、絶対言って、電話もしてないから、LINE に残ってる。だってあなた辛いの得意な気がしたから。ね。そうなの？でっち上げです。本日ご紹介するのはイギリスの少女失踪事件なんですけれども、この事件、犯人の男があまりにも異常すぎるんです。なんとこの男、数十人の少女を襲って逮捕もされているんですけれども、なぜか一度も罪に問われたことがないんです。許せなさすぎる。それはなんでそんなことになっちゃったの？これね、性犯罪って適切に裁くのが本当に難しい事件なんだなと思わされましたね。そんな男が起こした最悪の事件が少女2人の失踪事件でした。彼はね、関係がないふりをしていたんですけれども、警察はすぐにその男の怪しさに気がつくんです。帰り道の悪魔。2002年8月4日、イギリスペンブリッジシャー州ソーハム。あなた大変、ホリーとジェシカがいないわ。夜8時、娘の寝室を訪れた女性は慌てた様子で声を上げました。この日、女性の家ではバーベキューパーティーが開かれ、娘のホリー・ウェルズは親友のジェシカ・チャップマンを招待。2人はつい2時間前まで確かに自室で遊んでいたはずでした。そして大人たちがバーベキューを楽しむ中、2人が一向に姿を現さないため、その部屋を訪れた母親。しかし少女2人は家のどこを探しても見つからず、辺りも暗くなっていたために非常事態を察した両親はすぐに警察へ通報。すると近隣の監視カメラから2人は夕方6時15分頃、近くのスポーツセンターの自動販売機へお菓子を買いに来ていたことが判明。その帰り道で事件に巻き込まれたものと考えられたんです。小さな女の子が2人も同時にいなくなっちゃったの。これは相当な騒ぎになったんじゃないの？そうなんです。実はこの事件ね、イギリスの中でも最大規模にね、捜査網が広がった事件と言われてるんです。2人が失踪した当日から警察は24時間体制で捜査を展開。警察官400人以上が動員され、ソーハムの街の全域で1件ずつの聞き込みが行われました。さらに誘拐の可能性も踏まえ、ケンブリッジシャー州と隣のリンカンシャー州で登録されていた性犯罪者全員への尋問を実施。その影響はイギリス中に広がり、最終的には全国で性犯罪者への尋問が行われる事態となっていきました。警察は当日、被害者ホリーの母親が撮影していた2人の写真を公開。
代マンチェスターユナイテッドのレプリカユニフォームをお揃いで着た2人の微笑ましいその写真は人々の同情を呼び、多数の情報提供が寄せられたんです。8月4日の夜、不審な白い車を見ました。女の子2人を乗せた車を見ましたよ。手をバタバタさせて助けを求めてるようにも見えました。寄せられた情報はほとんどが事件とは関係のないものでしたが、それらの目撃情報は誘拐に違いないという市民の共通認識を示唆していました。一方、世間で誘拐の見立てが強まる中、両親は次のように言及。娘たちは幼い頃から知らない人についていってはいけないと言い聞かされています。知らない人とは絶対に会話をしないくらい気をつけていたんです。両親はそう言いますが、では娘たちを連れ去ったのが彼女たちがよく知っている相手だったらどうでしょうか。近隣住民に聞き込みを行っていた警察は2人の知人に非常に怪しい男がいることに気がついたんです。2人とは犬を洗っている時に玄関の前で話をしました。そう話すのはソーハムの町で恋人と同棲しているイアン・ハントリー。彼の恋人マキシン・カーは以前小学校でティーチングアシスタントの仕事をしており、失踪した2人のこともよく知っていました。少女2人はマキシンが元気にしているかどうか恋人のイアンに尋ねてきたというんです。ティーチングアシスタントってなんか言葉面ではなんとなくわかるんだけど、先生とは違うってこと？そうですね。学校ってさ、一度にね、多くの生徒に教えるわけじゃないですか。そうすると当然ね、1対1じゃないから、ついてこれない生徒もいるわけですよ。そういった生徒をサポートする職業っていうのがイギリスにはあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ティーチングアシスタントについて。ティーチングアシスタントとはイギリスで導入されている教師以外の生徒をサポートする人員のこと。学習に遅れが出ている子を見つけて教師に報告したり、1対1で教育を行って生徒を補助する役目を担います。他にも授業に必要な資料や備品の準備や授業の進行を手伝うことも、激務とされる教師の仕事量を緩和する意味でも重宝されている職業なんです。ティーチングアシスタントには基本的に資格は必要ありません。しかし2003年、一定の校内評価や準備コースの受講が必要となるハイヤーレベルティーチングアシスタントという新たな職業が生まれました。この職業は教師の不在時に代わりに授業を行ったり、校内のティーチングアシスタントをマネジメントする役を担います。このようにイギリスでは学校の教育水準向上や教師の仕事量軽減が制度の面から重視されているんです。中学校の用務員をしていた関係で学校にコネがあったイアンは教職を目指していた恋人のマキシンにティーチングアシスタントの職を斡旋。しかし臨時採用だった彼女は本採用には至りませんでした。マキシンの教え子だった少女2人は彼女が本採用にならなかったのは自分たちの成績が良くなかったからだと気にしていたといいます。失踪当日、イアンと少女たちが交わした会話はそれだけ。その後2人は確かに自宅へ向かって歩いていったはずでした。そしてその日、最後に2人と会話を交わしたのがイアンだったため、警察は彼を疑わないわけにはいかず家宅捜索を決行。すると警察はすぐにその家の状態に違和感を覚えました。家の中はまるで大掃除でもしたのかと思うほど不自然なくらい綺麗に磨かれていたんです。さらに雨の日にもかかわらず寝具が一式干されているのも奇妙でした。どうしてこんな日に寝具を洗おうと思ったんですか？水漏れがあって汚れてしまったんです。よくわからない言い訳に聞こえましたが、結局その日は警察も引き上げることに。そしてそれ以上聞き込みをせずとも、この後イアンは自分からボロを出すんです。事件以来たびたびテレビのインタビューに答えるようになり、地元のスポークスマンのようになっていったイアン。子供たちはきっと無事に発見されます。私は希望を持ち続けています。真剣な眼差しで話す彼を画面越しに見た人々の中には怪訝な表情を浮かべる者が何人かいました。こいつ何年か前に合コンで捕まってたよな。地域住民からしたら有名な話だったわけね。それは疑われても仕方ないんじゃない？イアンはね、過去に仕事も人間関係も含め全てをね、失ってしまうほどの事件を起こしているんです。ただ最初にね、お伝えしたように、彼はね、たびたび事件を起こして逮捕されてるんですけど、未だにね、罪に問われたことはなかったんです。罰を知らない男。リンカンシャー州イミンガムで育ったイアンは1990年に高校を卒業。彼は大学へは進学せず就職の道を選びました。そしてイアンの様子がそれまでと変わったのはこの頃のこと。学生時代一人でいることを好んでいた彼は変わり者扱いされており、友人はほとんどいませんでした。それが学校を卒業してからというもの、時折人と一緒に歩いている場面を目撃されるようになっていったんです。イアンが連れて歩いているのはいつも決まって女性。内気なイアンも20代前半になり、異性との交際に興味を持つのは自然なことのようにも思えました。ただ一つ、彼が連れているのが10代前半の少女であることを除けば、
そう、イアンが興味を持つ異性はまだ幼い少女ばかり。彼は20代前半の頃、数多くの少女と性的関係を持ち、中には15歳で妊娠してしまった子もいました。当然保護者が警察へ通報することもあったのですが、少女たちはいずれもイアンとの性交渉を否定したため不起訴に。24歳の頃には強姦事件で2度逮捕されていますが、この時も罪には問われていません。彼女との性行為は合意の上です。この時の相手のうち2人は18歳。合意があれば罪にはならない年齢の彼女たちは十分な証拠を提示することができず、イアンはまんまと言い逃れできてしまったんです。彼は同時期に11歳の少女も襲っているのですが、彼女に対しては誰かに話したら殺すと口止めをしました。イアンが21歳から27歳までの間に性的接触を持った未成年の少女は分かっている範囲だけで11人。判明していない数を合わせると被害者は30人以上もいるという説もあるんです。具体的な刑罰には問われなかったものの、イアンが未成年の少女に無理やり手を出していることは地域で噂になり、同僚や近隣住民からは軽蔑の目を向けられるように、彼は会社を解雇され、社交の場にも姿を見せなくなり、地域からみるみる孤立していきました。クズすぎてドン引き。2人の少女も絶対こいつがやってるでしょ。でもね、犯人だと断じられる証拠は今のところ見つかっていないんです。ここで重要な証言をするのが、少女2人からもね、慕われていたイアンの恋人だったんです。信頼と裏切り。少女2人が失踪してから2週間後、イアンと同棲している恋人のマキシンがテレビのインタビューに答えました。2人がいなくなったあの日、確かに玄関先でイアンと彼女たちが話しているのを見ました。こうなることを知っていれば、あの時2人を止めることができたのに。インタビューではマキシンが少女2人との思い出を語る場面も。おてんばだったジェシカはスカートを履くことがめったになく、そのことを冗談めかして言うとこう答えたと言います。先生の結婚式にはドレスを着て出るわ。一方のホリーはマキシンが退職する際には特にショックを受けており、マキシンは特別にメッセージカードを送ったんです。今までありがとう。寂しくなるけど、またいつか学校で会いましょう。愛してる。マキシンが生徒を大切にしていたことは疑いようもなく、その日彼女がイアンの自宅にいたのであれば、少女たちに手を出せる状況でなかったことは明白でした。イアンが怪しいのは間違いないんだけど、今のところ少女2人がさ、頼ってた恋人が一緒だったっていうんだったら、ちょっとさ、その場で変なことはなんかできなさそうじゃない？普通はそう思いますよね。ただこの後ね、イアンのね、恋人マキシンに関して、あるね、重要な情報が明るみに出てくるんです。マキシンがインタビューで事件当日のことを語ると、彼女の知人には次のように主張するものが現れました。おかしいな。マキシンはその日、実家に帰省していたはずだよ。なんと少女2人が失踪した2002年8月4日、マキシンは現場となったソーハムの町から160キロ離れたリンカンシャー州グリムスビーに帰省していたというんです。2日後の8月6日には彼氏のイアンがグリムスビーまで車で迎えに来ていたと思う。これが本当ならば、事件当日少女たちとイアンが話しているところを彼女が目撃できるはずがありません。こうした情報の食い違いから2人は警察署で取り調べを受けることに。すると携帯の通信記録から恋人のマキシンは事件当日確かに実家へ帰っていたことが判明するんです。さらにイアンの身辺調査を進めると、彼が勤めている中学校の倉庫のゴミ箱からはマンチェスターユナイテッドのレプリカユニフォームがビリビリに引き裂かれ燃やされた。それは確かに失踪当日少女2人がお揃いで着ていたものでした。そして迎えた8月17日、ソーハムの町から30キロ離れた空軍基地付近の用水路で少女2人のフラン死体が見つかったんです。DNA 鑑定により遺体はジェシカとホリーのものと断定。イアンの職場のゴミ箱に捨てられていたユニフォームの繊維は遺体にも彼の車の中にもしっかりと付着していました。これはイアンが犯人で確定じゃない？しかも恋人のマキシンがさ、口裏合わせしてたってことでしょ？それも殺人の隠蔽で罪問われちゃうんじゃないの？実はですね、マキシン自身は殺人をね、手伝ったっていう認識はね、一切なかったんです。というのも、本気でね、恋人のイアンがこの殺人事件には関わってないって信じてたからなんですよ。2002年8月6日、リンカンシャー州グリムスビーまで恋人のマキシンを迎えに来たイアン。すると彼の姿を見るなり、恋人のマキシンは力ない声でこう切り出した。ニュース見たわ。あの子たちがいなくなる直前に話したのがあなただったなんて、本当に悪い夢みたい。彼女は教え子2人が事件に巻き込まれたことに相当に落胆しているようだった。一方、イアンの心配事はまた別のところにあった。なあマキシン、彼女たちがいなくなったあの日、君は俺と一緒にいたことにしてくれないか。唐突なイアンの言葉にマキシンは彼が何を言いたいのか理解で
できずにいたイアンは続ける。あの日、俺はあの子たち2人と家の前で話をしただけじゃないんだ。ホリーが鼻血を出してたから、その治療のために家に入れたんだ。家の中に入れた？それでなんで私が口裏を合わせなきゃいけないの？家にあの子たちを入れたことを知られたら、俺は確実に疑われる。昔、強姦の冤罪で取り調べを受けたことがあったんだ。あんなのはもうコリゴリだ。イアンの怯えた表情はいかにも覚えのない罪で長時間威圧されたトラウマに苛まれているように見えた。あの子たちとは家の前で会話をしただけ。そう証言してくれないか？少女たちの遺体やイアンの職場のゴミ箱から見つかったユニフォームなどの証拠から、彼が本当は殺人を犯していたと知ったマキシンは肩を落としていました。彼が殺人を犯していたことを知っていたら、あんな嘘はつきませんでした。2002年12月1日、イアンは法廷で殺人の事実を認めたものの、次のように言及。あれは事故だったんです。事件の日、イアンはホリーの鼻血の治療をするため、彼女を風呂場に連れて行き、足を滑らせて浴槽に顔を叩きつけてしまったと話しました。そして溺れるホリーを見たもう一人の少女ジェシカが騒ぎ出したため、パニックになって彼女のことも窒息させたと。未成年の少女30人以上と性的接触をしたとされるイアンのこと。2人の殺害にも性的な目的があった疑惑は拭いきれません。ただ発見時の2人の遺体はひどく腐敗しており、性的暴行の痕跡は確認できない状態。他にも外傷もなかったため、2人が窒息死したことはほぼ間違いありませんが、それ以前にイアンが彼女たちに何をしたのかは闇の中なんです。2002年12月17日、陪審員はイアンを2件の殺人で有罪判決に。彼は終身刑が予定されていましたが、この翌日行われた法改正によって禁錮40年の刑となりました。一方、恋人のマキシンは司法妨害罪で禁錮21ヶ月の刑に。彼女はすでに出所していますが、市民の復讐が懸念されるために政府から新たな身分を与えられ、現在は住所も名前も特定不能だといいます。30人以上の少女と性的関係を持ちながら巧みに司法を欺いてきた男は、最後は自身の恋人さえも欺き、罪から逃れようとしました。本気で信じていた人が実は人間性を疑うような相手だった。あなたはそんな裏切りを経験したことはありますか？おっさすというわけでね、皆さんに重大な告知があるんです。10月19日に渋谷でアルゴメトリー初の公式のね、謎解きイベントをやります。というわけでね、いわゆるマーダーミステリーみたいなイベントで、もともと映画館だった場所をね、もう貸し切って、そこに大画面でね、もう謎解きの動画を出してですね、みんなでリアルタイムに謎解きをするっていうイベント。そして、僕らのね、トークライブもありつつ、チェキ会とか写メ会とか、あとグッズとかもね、そこで買えるんで、ぜひ来ていただければと思います。はい。でね、VIP 席に関しては、このイベントが終わった後に、アフターパーティーといってね、ちょっとまた近場でね、会場を貸し切るんで、そこでね、僕とヤミコさんも参加するんで、もちろん、みんなでこう、ご飯とか食べながらね、観覧する時間もね、ありますので、ワイワイしましょう。はい、もうね、盛りだくさんのイベントとなっております。というわけでね、どんな謎解きをするのかっていう、ちょっとだけ見せたいなと思います。あなたにはこの謎が解けるだろうかというね、ちょっと挑戦的な感じなんですけど、一体どんな謎を解くのかっていうところで、高級ホテルムーンフォートリゾート、そこで開催されている映画祭の最中に主演女優小森夏樹が殺害された。現場には容疑者が4名。探偵のあなたは限られた手がかりからシリアルキラー如月を探し出せるだろうかっていうところで、もう参加するね、皆さん自身が探偵となって動画を見ながらヒントをね、こう組み合わせて4人の中の犯人を1人決めてもらうっていうね。で、その後にちょっと答え合わせもするんで、そういったね、謎解き、マーダーミステリーのイベントになっております。なのでね、なんか家で一人でやるより、もうほんと映画館の中でみんながこう相互に作用しながら謎解きをするっていうところで、かなり新感覚のね、イベントになるのかなって思うので、ほんと期待してね、待っていただければと思うので、で、チケットはね、この動画の固定コメント、もしくは概要欄から、買えますので、ぜひ来ていただければと思います。普通のね、ちょっと YouTuber のイベントとかってなんか結構1万とかさ、2万とかするんですけど、もう僕らはね、もうここで稼ごうとか一切考えてないんで、もうめっちゃ安いです。4980円。なので、普通の映画行くとさ、なんか大人だと2500円とかかかるじゃないですか。ね、あれにプレミアムボックスシートつけるとなんか4000円ぐらい超えると思うんですけど、普通の映画行くよりちょっとリッチな体験しようみたいなノリで来てもらえるといいのかなと思うんで、あとは友達と一緒にもちろん来れます。友達と一緒にチケットを例えば2枚とか3枚とか買うと席が必ず隣になるようになってるんで、そんな感じで来ていただければと思いますし、あとは一人で来る人も多いんですか？なんか自分一人なんで不安ですみたいな人もいるんですけど、僕の体感ね、7割8割ぐらいは一人の参加者多いんで、皆さんもね、全然一人で来ていただければと。で、当日そこで友達になったりとかもね、あるかもしれないんで、全然一人の参加も OK なんで、そこはね、皆さん心配せずに安心して来ていただければと思います。安心して、私がいるから。俺もいる。と
というわけで、アルゴメトリー初のね、映画館を貸し切った公式イベント、ザ・ムーン。皆さんね、ふるってご応募いただければと思います。よろしくお願いします。華やかな世界として知られる芸能界。しかしその裏にはドロドロとした人間関係がつきものなのだ。2024年10月19日、日本長野県高級ホテルとして有名なムーンフォートリゾートの一室から女性の悲鳴が響き渡った。どうしたんですか？ちょうどこの日、警察がホテル内にいたことから現場に急行。ワインを飲んだ直後に倒れて泣きながら話すのは映画監督の道場沙織。そして亡くなったのはこの部屋に宿泊する女優の小森葉月だった。彼女たちは翌日このホテルで開催される映画祭に出席する予定だったのだが、その前日に部屋で飲んでいたところ亡くなってしまったのだ。そしてなぜ警察は事件が起こる前にもかかわらずこのホテルにいたのだろうか。実はこの日、ホテルムーンフォートリゾートに犯行予告が届いていた。差出人は当時世間を騒がせていたシリアルキラー如月だった。